はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回やるのはカムのタイミング合わせですね。いよいよカムシャフトのここのカム山の位置合わせを進めていきます。位置合わせをするにあたってはこの FIM152 こっちのこのエンジンのカムとこれはほぼ同じプロフィールでいっているので、これのこちらと同じタイミングに調整していきます。そのためにこっちのヘッドも仮組みはしてあります。ここからあとはカムがどこまで回ったらリフトピークが来るのかっていうのを計測しながらやっていきます。それと今回は残りのガスケットの製作も全部やってしまいます。そこまで終われば多分エンジン自体の加工はほぼ終わりとなって、残りは組み立てだけとなりますね。組み立てとテストという感じで進められると思います。それではまずはレーザー加工機使って必要な道具とか計測器を作ってきます。あとガスケットもこの段階でやってしまいます。はい、じゃあレーザー加工機でまず必要な分度器作ってきますね。というわけでスイッチオンと。はい、今度はスパッと切り抜けましたね。設定が合えば結構綺麗にスパスパいくんですよね。よし、この分度器があれば、純正のリフトのピークがわかるので、それに合わせて自分の作ったヘッド側も同じピークで設定していきます。レーザー加工機を出してあるので、このままガスケットの製作を進めていきます。はい、こんな感じでできましたね。こいつはこの部品のガスケットになるんですよね。はい、もうぴったりですね。いやー、楽でいいなこのやり方。すっごいぴったりにいくし、なんか売ってるガスケットみたいですね。縁焦げてるので売ってるのとはちょっと違いますけど、それでもかなり精度の高いガスケットができますね。一度データ作ってしまえばあとはもう量産し放題なので非常に楽です。ちょっとめんどくさいこういう形状もバッチリ作れますね。ほい、はい、ぴったり、まさにあつらえたようにぴったりいくのがいいですね。これもぴったり合ってますね。いやー、いいな、この機械便利だな。やっぱガスケットばっかそんなに作るわけじゃないんだけど、あるとないとでは全然難易度が変わってくるというか楽になりますね、かなり。よし、これで OK。 じゃあこれでガスケットも出来上がりました。では本格的にこれからバルブタイミング合わせていきます。はい、FIM の元のやつのバルタイを調べてきます。そのために先ほど作った分度器とカム側のスプロケット、これ重ねて使うんですが、こんな感じでくっつけます。でここの0度のところがジャストになってるので、あとはそうですね、これを固定して動かないようにフライスなどにセットして、インレットのリフトピークが何度か、エキゾストのリフトピークがどこかっていうのを調べていきます。それが分かれば
こちらの方の調整もできます。というわけで、ここでやってもいいんですが、ここだとグラグラ動くので、フライスに固定してしまいます。はい、フライスのセット完了。マイクロメーターつけました。メモリが逆向きで読みにくかったので、よいしょ。これもう一枚作って、メモリの向きをエンジンの回転方向に合わせました。まずはインレットの動き始めから見ますか。動き始めですが、そうですね、バルブ、どのぐらい押してからがいいかな。159で動き始めるね。インレットの動き始めが感覚で159。228。ピークが228。で、動作の終わり。じゃあ、エキゾーストの方をやってきます。動き始めが、どのぐらいかな。ここ、ピークが、124。まあとりあえずピークで合わせりゃいいから、上視点決めたらそこから228の位置でピークを持ってくると、そんな感じですね。よし、じゃあ準備するか。はい、とりあえず上視点の基準になる部分にポンチ打っときます。ちっちゃいですが、これでポンチ打ちましたね。で、スプロケットにも同じようにポンチ打ちます。まあこれで上視点は決まったので、この上視点から何度動いたら、カムのピークが来るっていう形に作っていきます。よいしょ。そしたら、このスプロ系にレーザー加工機で作った分度器ですね。貼り付けます。もう両面テープで裏貼ってあるので、どんどん貼ってきますね。はい、これで分度器貼り付けました。あとは今 3D プリンターで作ってる部品をちょっと待ちます。はい、ヘッドに、分度器付きのギアつけて一通りの組む状態にはできました。それで 3D プリンターで作った固定具ですね。こんな感じで針金で位置を見ときます。ヘッドを固定して分度器のメモリが228度になるようにセットします。セットできたら歯車をロックしてカムを直接手で回して最大リフトになる場所を探っていきます。見えにくいけどカムとシャフト側に4箇所ほど印をつけました。こうすることによってここでもう一度溶接すれば OK ですね。はい、
カムの位置がこれで確定したので、ピンを抜いて、このままそーっと0度に戻します。で、0度の時、ギアの噛み合いがいい場所、こことここを合わせると。次、エキゾーストが合わせます。やり方は基本的に同じで、エキゾーストは124度がピークと。そしてこの時にリフトのピークが来るように、ここがリフトのピークなので、ここに印をつけて、あとは溶接です。細かいもの用の溶接機を使って印の位置で固定だけ仮固定をしてしまいます。その後、通常の溶接機で本溶接をしていきます。これで一通り仮固定は終わりました。もう動くことはないんですが、この後本溶接してがっちり止めてしまいます。これはちょっと調子に乗って電周やっちゃいましたが、まあやる必要はなかったと思います。あとはもう点付け何箇所かつけてよしとしました。まあこれでそんなに歪んではいないと思います。さて、あとは残りの問題ですが、このベアリング通らない問題を解決していきます。これはここを少し掘って、で、ここ斜めに落とせば入りそうなんで、一応そんな感じで削っていきます。はい、ちまちま削ったことによってこうベアリングが入るようになりました。まあなんとか形になってくれました。助かった。もう一個の方も同じように処理していきます。よし、これで大丈夫。よし。はい、これで、両方ともベアリング通るようになりました。あとは組み立てですね。一回きちんと組んでみて、問題なければこのまんま残りの作業を進めていきます。さて、
一通りやるべきことはやって全ての部品ができました。なのでこれを組み立てを進めていきますと、まずバルブ関連ですね。先に入れちゃった方がいいですね。オイルを入れて、一応バルブはそれぞれ位置があるので分かるようにしてあります。はい、バルブオイルシールをぶっ刺して、よいしょ、この辺でそしたらバルブスプリングと規定通り2本入れるかな。なんか2本だと重い気がするな。ちょっとスプリングレート高すぎないかな。よいしょ、装着と。バルブ全部ついたと。とりあえずいいでしょう。はい、ロッカーアームは芋ネジを使い棒にするんで、こことここに芋ネジ入れてきます。ここは抜けちゃ困るので、ネジ止め剤でもうちょっとつけて抜け防止やっときます。反対側にも同じような穴があるので、そこに固定します。固定するんですが、はい、ロッカーアーム。よいしょ。一番奥まで入れると。入れたら、このネジで固定と。では次、蓋をしますね。ここはもう液ガス塗るしかないですね。で、液ゾーストはこっちと。で、インレットがこっちと。それではガスケットを塗って蓋を1回しますね。蓋をした状態で調整ができれば問題なしと。で蓋をすると。よいしょ。一応代わりにスプロケとかつけてみるか。全部手順通りやってみよう。スプロケをつけて、トップを合わすと。スプロケのトップに合わせて、
エゾースト。では、バルブクリアランスを合わせていきますが、思ったより窓が狭かったですね。もうちょっと大きくすべきでした。シックネスゲージをとにかく、この窓から入れてと。なんとかかんとかねじ込んで、入った。はい、入ったら、こっからレンチが入るようにしてあるので、で、ロックすると。で、そしたら反対側、エキゾースト側も同じようにやっていくと。一応調整が終わりましたね。今の段階であえて蓋閉める理由は特にないんですけど、一応全部のチェックですね。はい、蓋を閉めてと、よし、はい、これで OK。よし、はい、これで2類は OK。 最後ここですね。この4箇所レンチを入れるための穴なんですが、これをネジで塞いでおきます。一応今まで設計した中では比較的メンテ性を気をつけていろんなところを設計したつもりですが、やっぱちょっと大変な部分もあります。次の設計ではやっぱもっと気をつけないとね。ただ設計してた時には全然問題なくレンチ入るだろうって思ってたんですけどね、思った以上に狭かったです。ただなるべく小さく作りたいっていう時も多いので、狭いところにいろんなものを詰め込みたいっていうのが多いので、なかなか難しいとこですね。はい、これで一通りの組み立ては全部終わりましたね。なんとか形にはなりました。バルブも問題なく動いてます。現時点でここ蓋閉めてますが、これは本来閉めちゃまずいんですよ、今。シリンダーと固定した後、カムチェーンを通したらここを調整して蓋を閉めるっていう順序でなきゃいけないんで、一応そういう感じなんですが、見栄えを良くするために、とりあえず蓋だけは閉めちゃいました。長かったですね。軽めの企画と思って始めたんですが、思った以上に手がかかりました。
まあでも結構やっていて得るものも多かったのも確かです。あとは組み付け、エンジンへの組み付けと始動テストを残すのみとなりました。まあ尺の都合でここで終わりとなります。ちょっともうここまでで長く撮りすぎてるんじゃないかと思うので、動画が長くなりすぎると視聴者維持率がナイアガラのように下がっていくので、まあ一旦ここで切って次回始動テストとなる予定です。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。